皆様、今回の深掘りなんですけど、ちょっとですね、常識を覆すような、なんというか、桁違いの数字の読み解きから始めさせてください。はい。ソニーグループの最新の決算です。営業利益が、なんと、1兆4475億円。おー。これ前年比でプラス 13.4% ということで、過去最高を更新しました。すごい数字ですよね。ですよね。で、さらにですよ、5000億円の自社株買い枠を設定して、年間配当予想も前期から10円も増配して35円に引き上げていると。ええ。なので、OK、レッツアンパックです。まずは表面的な見出しだけを追えば、まさに景気のいい数字のオンパレードなわけです。まあ確かに、メディアのヘッドラインだけをパッと見れば、絶好調の高決算っていう一言で片付けられてしまうかもしれないですね。はい。ただこの巨大な数字の奥底には、もっと本質的な変化が隠されているんですよ。変化ですか。その変化を探る前に、まずは5000億円という株主還元策の規模感をですね、皆様の日常のスケールにちょっと落とし込んでみたいなと。日常のスケール。はいはい。例えば、皆様が週末の副業で500円の利益を出したとしますよね。500円。ソニーの還元額に勝つには、その副業を、1億回、1億回繰り返す必要があります。1億回。つまり、今日から毎日休まず1億回メルカリ出品とかの副業をこなせば、ソニーに並べるわけです。皆様、今すぐ準備を始めましょう。時給換算がおかしいよ。え？でも、その500円を積み上げるような地道な資本効率の作り直しが、今のソニーが一番注力していることなんですよ。1回500円の利益を出す回数の問題ではなくて、資本効率の作り直しですか？そうなんです。これだけの莫大な利益を出して、手元にキャッシュも住宅にある企業が、なぜ今更そんな地味な効率を気にする必要があるんでしょうか？まさにそこが今回の深掘りの最大のミッションなんですよ。はあ。この華々しい数字の裏側で、経営陣による戦略を重心移動が静かに、でも劇的に進んでいまして、重心移動。一言で言えば、自前主義からの脱却です。自前主義からの脱却。はい。今日は単なる高決算っていう言葉ではくくれないソニーの本当の狙いを解明していきますよ。いや、単なる大儲けの話ではないと。具体的に言うと、どの事業でその重心移動が起きているんですか？最も象徴的で、今回の最大のサプライズって言えるのが半導体センサー、いわゆる I&S 事業における決断ですね。半導体。これまで半導体の製造っていうのは数千億円単位の巨額の設備投資が必要で、これが経営の重荷になるって見られていたんです。なんですけど今回、熊本での TSMC との合弁設立に向けた基本合意が発表されたんですよ。これまでの巨額の投資をして全部自前の工場で作るっていう方針を変えたということですね。その通りです。すべてを抱え込む経営からファブライト戦略への明確な転換を打ち出しました。ファブライト。ファットをライトに？つまりソニーは太りすぎたペット用のダイエットドッグフード事業に参入したんですね。工場のファブの話だよ。そっちですか？でも自社の投資という贅肉を苦しして外部パートナーと組むという意味では見事なダイエット戦略と言えるね。なるほど。投資の負担という贅肉を軽くするわけですね。そういうことです。つまり全部自前で巨大なキッチンを作るのはやめて、最強のゴーストキッチンとして TSMC を雇うと。でもレシピ、つまり次世代センサーの開発主導権とか過半数出資は自分がしっかり握るみたいなことですか？完璧な例えですね。まさにそれです。よかった。資本効率の向上と技術的優位性の維持を両立させる見事なバランスなんですよ。そしてここで絶対に押さえておきたいのが What's fascinating here is フィジカル AI とのつながりなんです。フィジカル AI？私たちが普段使っている画面の向こう側にいるチャットボットみたいな AI とは違うんですか？スマートフォンとか自動運転車、あるいはロボットなんかで現実空間の物理的な情報をセンサーで捉えるじゃないですか。その情報を AI が処理して動くっていう一連の技術領域のことですね。AI がディジカルの世界から現実世界へと染み出していく中で、ソニーのセンサーってただのカメラの部品から AI の視神経、つまり入り口へと役割を根本から変えつつあるんです。つまりソニーは部品を売る会社から
AI 時代の現実世界への入り口を支配する会社へ移行しようとしているんですね。その通りです。実際巨額の設備投資をこなしつつも、継続事業ベースのフリーキャッシュフローを1182億円も創出しているのが、その戦略がすでに機能し始めている証拠なんですよ。いや、めちゃくちゃ強力な戦略ですね。でも全てが順風満帆というわけではないですよね。他の主力事業、例えばプレイステーションとかのゲーム部門は今どうなっているんでしょうか？実はここからが、この決算の構造の面白さを最も表している部分なんですよ。今回の決算、PS5 の販売台数は前期の1850万台から1600万台へと 13.5% も減速しているんです。ちょっと待ってください。一番の主力に見えるゲーム機本体が2桁もマイナスになっているんですか？落ちてるんです。それなのに、先ほど触れた I&SS の営業利益はプラス 36.8% と加速していて、グループ全体の利益もしっかりと最高益を更新しているんです。Here's where it gets really interesting ですね。売上は減ったのに儲かる理由。わかりました。ハードが売れないということは、みんな家でゲーム機を起動しない。つまり電気代が浮く。浮いた電気代をソニーに寄付しているから儲かってるんですか？電気代は無関係だね。違いましたか。でも、ゲーム機本体ではなく、月額サービスや高単価なスマホ用センサーで稼ぐ体質改善が家計を助けているのは事実だよ。売る量ではなくて中身が変わったということですか？そうなんですよ。まずセンサー部門では、高付加価値な黄斑モデルへのシフト。専門用語でミックス改善と呼ばれる現象が進んでいまして。ミックス改善？はい。同じ個数を売っても、1個あたりの利益が飛躍的に高い構造になったわけです。実際、外部顧客向けのスマホ用センサーの売上は 22.3% 増になっていますから。1個あたりの利益が増えるのは強いですね。じゃあ、販売台数が落ちたゲーム部門の利益はどうやって支えられているんですか？ここが重要なんですが、ハードの販売は落ちましたけど、プレイステーションネットワークの月間アクティブユーザーは 1.25 億人で、前期比でほぼ横ばいをがっちりと維持しているんです。本体を買う人は減ったけれど、すでに持っている人たちは遊び続けているし、毎月のネットワークサービスにはお金を払い続けているってことですか？まさにそれです。ハードを売る商売から、プラットフォームにおける継続課金というサービス収益モデルへの移行が完全に機能しているんですよ。確かに。ユーザーが減らない限り利益は底堅いですからね。さらに、テーマパークみたいな場所型のエンターテインメントによる IP の収益化も広がっています。自分で全部ハードウェアを作る依存から抜け出して、ソフトウェアとサービスで稼ぐ。これってさっきの半導体のファブライト戦略とも根底の思想がつながっていますね。おっしゃる通りです。一方で、冷静に見つめるべき事実もありますよ。何でしょうか？最高益という華やかな数字の裏側で、ゲーム子会社バンギーの1101億円、そして映像制作会社ピクソモンドの271億円といった巨額の減損損失が静かに計上されています。減損損失ということは、買収した資産の価値が想定より下がったことを認めて帳簿をきれいにしたということですよね。最高益が出ているこのタイミングだからこそ、過去の投資を見直して事業ポートフォリオの整理を断固として進めている事実も中立的にお伝えしておく必要があります。利益が出ているうちに沼を出し切る経営陣のシビアな視点が見えてきますね。そして数字の裏の動きもさることながら、経営トップの言葉選びの変化からも彼らの本当の狙いが見えてくるんです。言葉選びですか？今回の決算説明会で十字 CEO はAI というテクノロジーについて、単なるツールではなく、初めてアンプリファイア、つまり増幅器という言葉を使いました。増幅器。でもソニーって音楽とか映画とかゲームとか人間のクリエイティビティを核にしたエンタメ企業ですよね。はい。生成 AI ってアーティストの仕事を奪う脅威として警戒されている側面もあるじゃないですか。それをあえて増幅器と呼ぶのにはどんな意図が？非常に鋭い指摘ですね。まさにエンタメ業界全体で AI への警戒感が強まる中、経営トップがあえてその言葉を選んだことに意味があります。AI を人間を代替する脅威としてではなく、人間の持つ創造性を拡張し、スケールさせるための武器として再定義したんです。守りから攻めへの明確な転換ですね。創造性の増幅器ということは、才能のない私の適当な鼻歌も AI を使えば10万倍になって地球の裏側にいるリスナーの鼓膜を直接揺らせるってことですか？鼓膜は測れないよ。
揺らせないですか。でも、経営陣の言葉を翻訳すると、人間の才能を100倍にして利益に変える魔法の箱として AI を見ていると読めますね。人間の才能を利益に変換する魔法の箱。そう考えると、半導体センサーを切り離さずにしっかり持っている理由もつながってきますね。全体像を俯瞰すると、If we connect this to the bigger picture、見事にパズルが噛み合ってくるんですよ。決算発表で半導体事業をスピンオフ、つまり事業分離する可能性について質問が出た際も CEO はこれを明確に否定しました。はい。そして JV こそがファブライト戦略の第一歩だと答えたんです。前期まで聞かれた単独での投資完遂という言葉は消えて、資本効率やパートナーシップが前面に出ています。つまり自前主義を捨てて効率重視のパートナーシップへ移行しつつも、現実世界の入り口であるセンサーだけは絶対に手放さない。そこから得たデータを AI という増幅器にかけて、エンタメという強力な IP でマネタイズする。いやー、恐ろしいほど一貫した戦略ですね。そうですね。未来に向けて見事に形を変えています。ただ、全てがバラ色の未来というわけではないんですよ。と言いますと、次の四半期に向けて私たちが検証すべき3つの懸念材料、つまり仮説とリスクも提示しておきましょう。お願いします。土砂降りに備える傘は必要ですからね。1つ目は、プレイステーションの次世代機開発に向けた R&D、研究開発費用の増加の可能性です。2つ目は TSMC との合弁事業立ち上げに伴う I&LIS 事業の初期コストが一時的に利益率を圧迫する可能性。うわー、未来への投資とはいえ重たいコストの話が続きますね。そして3つ目は2027年度まで続くと予想されるメモリ価格の高騰とソニー・ホンダモビリティの事業環境の見直しです。2027年までコスト高？次世代機の R&D？もうそんな先の重いコストは全部クレジットカードのリボ払いにしちゃって未来の自分に押し付けましょう。見えない借金は存在しないのと同じです。気持ちはわかるよ。わかってくれますか？でもソニーの天気予報は当面は晴れですが、2027年にかけて局地的なコストの土砂降りに警戒といったところかもしれません。そう。What does this all mean? つまりリスナーの皆さんは次の決算ニュースを見たとき、ただ利益が出たって喜ぶだけじゃなく、R&D 費用がどう動いたかとか、JV の初期コストがいつ来るかというのを見ないといけないってことですね。まさにその通りです。多角的に数字を読み解くことが重要ですね。はい。さて、今回の深掘りを通じて見えてきたポイントを総括しましょう。This raises an important question. はい。ソニーは今、自前で全部持つという古い常識から効率重視で組む、持たない経営へと明確に移行しています。そしてハードウェアの売り切りからサービス課金やアクセスを提供する役割へと重心を大きく移しています。持たないことが正解なんですね。じゃあ私も今すぐ家にある家電も服も全部捨てて、何もない空っぽの部屋で暮らします。最高益間違いなし。ただのミニマリストだね。ダメですか？でも重要なのは何を捨てて主導権や IP などの何を残すかを見極めること。服まで捨てたら風邪をひくだけだよ。確かにそれは困りますね。とりあえずリスナーの皆さんは僕と一緒に1億回のメルカリ出品、副業から始めましょうか。最後に皆様に一つ問いかけたいと思います。はい。ソニーが所有からプラットフォームやサービスへのアクセスへと劇的な移行を遂げているように、皆様の仕事や生活の中で実は自前で持たなくてもいいものは何でしょうか？自分の手元に何を残し、何を外部に任せるか、皆様自身の戦略についてもぜひ考えてみてくださいね。この音声は情報提供を目的としており、特定の投資を推奨するものではありません。投資判断は皆様ご自身の責任において行ってください。